父が亡くなった時、涙が一滴も出ませんでした。悲しまなければならない。そう思っていました。こんにちは、こんばんは。ご視聴ありがとうございます。突然ですが、私はたくさんのねばならないに縛られた人生を送ってきました。人に迷惑をかけてはならない。友達と仲良くしなければならない。もちろんこれは全て正しいことですが、義務になった途端に苦しくなります。私がパニックになった原因の一つとして、こうしたねばならない、してはいけないと自分に強要させすぎたところがあると思っています。社会的、一般的な考え、子供の頃に植え付けられた価値観、それらに縛られていました。でも心は納得していないため、自分の頭と心、行動はちぐはぐで、脳はオーバーヒートしていました。そして、ではならないに従えない自分の心を責めました。しかし、パニックになり、強制的に私の脳は休むことを強いられました。ダメな自分、できない自分を受け入れてから楽になってきたこと、できることが増えてきた経験から、そんな自分を受け入れようと思い始めた時に父が亡くなりました。父が亡くなり、私はこう思いました。悲しまなければならない。頭では分かっていても、心は悲しみを感じていませんでした。父に感謝の気持ちはあれど、好きという感情はありません。少し変わった人という印象、そして子供の頃は父を友達の前に出すと少し恥ずかしい気持ちが湧いてきました。父が亡くなったのは1年前、数年の施設での生活の末でした。そろそろ危ないかもという時になっても、なかなか会いに行く気にはなりませんでした。父に対してそこまでの思い入れもなく、話すことも特にない。父に会ったら嬉しいという気持ちよりも、ネガティブな気持ちが湧いてきます。何より、そんな薄情な自分と向き合うのが嫌だったんだと思います。私は思いやりを持たなければならない。そして、そうじゃない自分は人間失格だ。そんな風に大げさに思い込んでいました。父の最後は、母と兄と共に立ち会いましたが、その時から今まで涙は一滴も流れていないし、悲しいとも寂しいとも思ったことはありません。嬉しいとも思っていませんが、私はまたしてもまんまと、ではならないの罠にはまってしまい、父の死に何も感じない自分を受け入れられませんでした。また、受け入れられない自分を受け入れられませんでした。しかし、私の兄も同じように悲しそうな様子がありませんでした。裏では涙を流していたかもしれませんが、推しの仕事に追われて、それどころではないように見えました。また、この頃に、いつも心に7点をという漫画に救われました。この漫画を読んで、どんな感情を抱いてもいいんだという考えが、ずっと心の中に染み込んでいくのが分かりました。もしも、仮にの話ですが、私が父を大好きでいたら、今頃も深い悲しみに溺れていたかもしれません。でもごめんね、お父さん。私は悲しくないみたい。そんな私を見て、お父さんは寂しいと思ったとしても、
それは私の問題ではなく、お父さんがその感情を選んだだけだから。私は自分のためにそう生きるように決めたの。少しずつ外に目を向けられるようになってきました。内にこもり、自分の考えや気分ばかりを内観していたら、気づけなかったことばかりです。私には、親しい人というのが夫くらいしかいないので、他の人の意見に触れる機会が、今回で言うと SNS や数年に一度会う兄くらいしかいなかったのですが、これらも立派な縁と考えることもできます。今までダメな自分、正しくない自分、恥ずかしい自分を外に出すことはありませんでした。嫌われたくなかったからです。しかしそうなると、腹を割って話すということもなく、友人とも薄い関係しか築けず、気づけば周りに人はいなくなっていました。これから YouTube を通して本当の自分を出していき、共感されなかったとしても、こんな人がいるんだ、くらいに思っていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。